皆さんこんにちは。さて今日のテーマは食卓でおなじみの美味しい揚げ物対決です。フライドポテトとコロッケ、私たちの健康にとって本当の悪役は一体どちらなんでしょうか。早速その真相に迫っていきましょう。さあいきなりですが皆さんに質問です。この揚げポテト対決、より体に負担をかけている、つまり罪深いのは一体どちらだと思いますか？見た目や味だけじゃわからない、その栄養学的な真実をこれから徹底的に解き明かしていきますよ。まず大前提として知っておいてほしいのがこのじゃがいものパラドックスです。じゃがいもそのものはビタミン C や食物繊維がたっぷりの、言ってみれば超優秀な野菜なんです。でもそれが揚げるという調理法を経た途端、とんでもない健康リスクに早変わりしてしまう。今日の分析の鍵は素材じゃなくてこのプロセスにあるんですね。よし、じゃあ捜査開始です。最初の容疑者、ポテトコロッケ。これを栄養学の顕微鏡でよーく見ていくことにしましょう。まずは動かぬ証拠、栄養成分表の見てください。特に注目してほしいのがこのエネルギーと脂質。ご飯 100g がだいたい156キロカロリーなのに対して、コロッケはなんと226キロカロリーもあるんです。これってもうおかずっていうよりほとんど主食級のカロリーですよね。そしてこれが一番の問題点かもしれない。脂質が 12.6g。これどういうことかっていうと、コロッケの重さの 12% 以上が丸々油でできてるってことなんですよ。これはコロッケに対する最初の、そしてかなり重大な証拠と言えそうですね。じゃあなんでこんなに油を吸っちゃうんでしょうか。そのメカニズムがこのスポンジ効果なんです。コロッケの衣のパン粉って揚げることで水分が抜けて無数の小さな穴が開いた状態になるんですね。そこに熱い油が待ってましたとばかりに流れ込んでくる。まさに名前の通り油を吸い込むスポンジそのものなんです。しかもコロッケの恐ろしいところはそれだけじゃないんですよ。フライドポテトが外からの油だけなのに対して、コロッケは外側の衣が吸う揚げ油と内側のひき肉から溶け出す動物性の脂肪っていう二重の脂質攻撃、ダブルパンチを仕掛けてくるんです。つまりですね、コロッケっていうのは単なる揚げ物じゃない。これだけたくさんの材料が複雑に組み合わさって作られる、いわゆる超加工食品なんです。この複雑さ自体が私たちの体の代謝にとってはまた別の厄介な問題を引き起こすことになります。さて、では捜査の目をもう一人の容疑者に向けましょう。世界中で愛されるフライドポテトです。この2つを比べてみると、その構造の根本的な違いはもう一目瞭然ですよね。フライドポテトは基本的にはじゃがいもと油と塩、すごくシンプル。一方のコロッケはさっき見たようにたくさんの材料からできてる、かなり複雑な食品なんです。でもフライドポテトの本当の怖さはそれ単体にあるわけじゃないんです。問題はそれが誰とつるむか。そう、ファストフードのセットメニューっていうエコシステムです。ポテトは高カロリーな食事をさらにパワーアップさせる増幅装置みたいな役割を果たしてしまうんですね。ほら、典型的なセットメニューの数字を見てください。これ衝撃的じゃないですか。ハンバーガーとポテトを一緒に食べることでカロリーも脂質も塩分もとんでもないレベルに跳ね上がってしまう。ポテト単体の罪というより、この組み合わせの罪が実は一番の罠なんです。さあ、両方の容疑者の証拠が出揃いましたね。いよいよ最終的な判断を下す時が来ました。これまでの証拠をちょっと振り返ってみましょうか。油を吸い込む仕組み、加工の複雑さ、そしてどんな状況で食べられることが多いのか。サーゲナさんならどちらがより私たちの代謝にダメージを与える有罪だと判断しますか？では評決を言い渡します。構造的、そして栄養学的な数々の証拠に基づき、より体に負担をかけるのはポテトコロッケです。じゃあなぜコロッケなのか。理由は大きく3つあります。まず1つ目はその圧倒的な脂質の密度。2つ目は代謝を混乱させる超加工食品としての複雑さ。そして3つ目、これが特に重要なんですが、日本の食卓でありがちなご飯と一緒におかずとして食べるという行為が脂肪を溜め込むためのもう完璧な条件を作り出しちゃうからなんです。この比較を見ればもう全てが明らかかもしれません。揚げるという調理法がいかに破壊的か。
同じ芋を使った加工品でも、蒸して作る郷土菓子のいきなり団子と比べると、コロッケの脂質の量はなんと約22倍。22倍ですよ。真の割薬はじゃがいもじゃなくて、この揚げるという調理法そのものだったということですね。これで一件落着かと思いきや、まだ驚きの事実と、この分析から私たちが学ぶべき重要な教訓が残っているんです。ここでちょっと皮肉な真実をお話しします。コロッケのビタミンはメリットではなく警告サインである。そうなんです。コロッケに含まれるビタミン K やビタミン E って実はじゃがいも由来じゃないんですね。衣が吸い込んだあの大量の揚げ油に溶けていたものなんです。つまりビタミンがあるということはそれだけたくさんの油を飲んでいるっていう証拠に他ならないわけです。ただ、だからといってフライドポテトが完全に無罪方面かっていうと、実はそうでもないんです。彼らにはアクリルアミドという特有のリスクが常につきまといます。じゃがいもみたいな炭水化物を高温で調理した時に発生するこの物質は、健康上の懸念点としてやっぱり見過ごすことはできません。じゃあ私たちは一体どうすればいいんでしょうか。いくつか賢い防御策があります。例えばポテトなら油を吸う表面積が少ない厚切りを選ぶ。コロッケを食べるならその前に野菜を食べて血糖値の急上昇を抑える。そして何より炭水化物オン炭水化物、つまりコロッケをおかずにご飯を食べるという罪深い組み合わせを避けることです。最後にこの問いを皆さんに投げかけて今回は終わりにしたいと思います。本当の悪役が揚げることだと分かった今、私たちはどうすればこのじゃがいもという素晴らしい食材を健康的でかつ最高に美味しく楽しめるんでしょうか。その答えを探すことこそがこれからの私たちの食生活にとって一番大事なことなのかもしれませんね。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。